こんにちは。ウニアトリエの加藤です。今日はですね、顔を描く顔を描いてみたいと思います。なんですが、顔もパーツいろいろありまして結構難しいと思うので、その中の今日は目に焦点を当てて、目について喋りながらですねちょっと描いていこうかなと思います。では早速行ってみましょう。はい、最初なんでね、今日は正面向きの目について描いていこうと思います。人のね目を描くとき、例えば最初こんな風にねこう当たりをつけて、今回正面なんですけどね、顔の中心、正中線と言われる中心に対して、大体左右が対称になるような感じで、一応当たりをつけていってみます。この辺中心にしようかな。で、大体目の大きさ、どのくらいの大きさかなって、当たりをつけていくんですけれども、例えば今回の例で言うと顔の幅が例えばこのくらいだとしたら、人間の目の比率っていうのはだいたい基準になるのがこの幅に対してですね、こう5等分くらい、5等分っていうのは目と目の間1、目が1、目からここの頬、横の端までが1。例えばこんな感じでいいですかね。ここからここまでの間を大まかに5等分くらい、こんな風に分けてみます。でこのガイドラインというか基準線っていうのを、ある程度参考にしながら、もちろん人によってね、目の間が離れてる人とか目が人より大きい人とか様々なんですけれども、大まかな基準としてこんな風にね5等分にしてみるといいと思います。眉毛の位置もある程度ちょっとね入れておいてみましょう。例えばこんな感じで目を描いていってみましょう。ほぼこれ今回正面なんですけれども、こんな感じかな。まずまぶたが、これもね人によって一重の人、二重の人、目の、上がってるつり目の人、垂れ目の人様々ですけれども、だいたいこんな感じのアーモンド型っていうかアーチ型の目、上まぶたの形で、下まぶたの形、下のこの木の葉型というかアーモンド型の目の形なんですけれども、この一番こう鼻の目の始まるところですね、鼻の付け根に近い側から、水平よりもちょっと下がって、気持ちね下がって、これ垂れ目の人つり目の人も関わらず一旦下がってまた上がっていく、こちら側も一旦下がってから上がっていく、こんな感じの目の形が多いと思います。で、まぶた、上まぶたなんですけれども、これもね開けてる、目を見開いてるとか薄め開けてるみたいに、もちろんその時のポーズというかね、モデルさん、描こうとする顔のその表情によってまぶたがこう重い感じだったり、すごくはっきりくっきりとね目を見開いてる感じだったりってあると思うんですけど、いずれにせよ黒目の部分っていうのは上がね少しね上まぶたに隠れると思います。全部が例えばねこういう形の目がね全部見えているっていうことはあんまりないと思います。そうするとねちょっとこうホラー映画とかでねなんかお化け見た瞬間なんていう時にはすごく目がはっきりくっきり大きくなったりするかもしれないですけど、普通にしてる時のね、目のこの上まぶたの形、少し黒目の上端がね隠れる感じになるかなと思います。あと最近はどうなんでしょうね、こうカラーコンタクトとかで黒目を大きく見せるように、本来の黒目の形のその外側にこう黒い縁ができるようなね、そういうカラコンしてる女子高生とかも多いですけれども、黒目が大きいとこう可愛く見える、可愛くっていうかどうでしょうね、目がくっきりはっきり大きな黒目だとこう可愛い感じに見える、そういうのもあって、ちっちゃい子なんかはね結構黒目がちっていうかね、大きな黒目っていうのを意識して描いてあげると
可愛くて幼い感じみたいなのが強調されたりしますね。はい、喋りながらですけれども、こんな感じで描き進めてきました。ちょっと影もね、目だけじゃなくてね、周りの影もちょっとだけ入れながら進めてみましょう。最初ね、大まかに5等分みたいな話してましたけれども、その時のこの目の端っていうか、終わりをどこにするか、どこが終わりなのかっていうのを区別する時に、内側は比較的分かりやすいです。この部分ですね。涙線のあるところ、目の内側で、外側っていうのは結構ね、白目が終わるところで、上まぶたの端、まつげが生えてるところですね。そして例えば一重二重の二重だともうちょっとこう厚みが出ます。でその目尻のこの白目の終わったところから目尻の終わるところまでって結構距離あったりするんですよね。ここはね、こっちなのかこっちなのかちょっと意識して5等分のその基準になるこの線、目の端の終わりの部分ですね、こっちなのかこっちなのかちょっと意識して区別してください。こっちではなくてこっちですからね。この、パッと見て、まつげも含めて目が終わって見えるところ、終わって見えるところ、この辺ちょっと影になってたりしますけど、はい、こんな感じで。はい、あとね、顔の側面っていうのも、正面があって側面がある。でその正面と側面を意識して描いていくと、意外にこの端っこって最初に決めた終わりの位置、側面途中から側面に変わるので、立体的に見ると正面向きの面っていうのは、例えばこの額でいうとこの部分、眉毛の端から今度は側面に変わります。ここから側面、ほっぺたもここら辺に頬骨があって、ここから側面に変わります。なので正面向きの面っていうのは意外に面積的には少ないんですよね。それを意識して描いていくと、最初、目の大きさ、ここ111って5等分って考えて描き始めますけれども、意外にねこの側面って少なくなっていきます。向こうに奥行きを感じさせる面として描いていくと、引っ込んでいくっていうかね、あまりこう幅を感じさせない感じになっていくと思うので、日本人結構正面性の強い平坦な顔って言われますけれども、その側面を意識して、目の終わるところですね、この部分、ここの部分から側面につながるぞ、この部分から側面につながります。で鼻の高さもちょっと意識して出していきましょう。どうでしょう、この感じだとちょっと右上から光が当たってる感じで、こんな感じかな。はい、まつげなんかもこう一本一本描くの結構大変ですけれども、暗い塊としてね描いていってみます。で例えばこんな二重だとこんな感じで、意外にこの目の、この眼球に影がねまぶたによってできる影がちょっと下に映ってたりするんですね。こんな感じでその影入れることによって結構立体感も出てきます。目の内側もうちょっと黒くしておきましょうか。目の内側、ここですね、ここは、ちょっとこうピンク色というか肌色が見えているところで、白目って言ってもこれ球体のようなものなので、丸みを意識しながらタッチを入れていきます。でまつげがあったりして、ここは下まぶたのまつげの生えてるところは厚みを感じさせながら、断面ですね。でここからこうなんて言うんでしょう、涙袋、ちょっとぷっくり膨らんでる部分があって、で下まぶたのこの涙袋の内側は結構急激に細く狭くなっていって、ここですね、ここは少しこう面が移り変わっていくと思います。例えばこんな感じで
上まぶたもちょっとね調子をつけてってみましょうか。こんな感じで。で日本人の場合ですと西洋人と違って相当鼻の高い人でもこの目と目の間のこの眉間の部分ですね、ここがそれほど張ってない人が多いです。つまり、ここ、眉毛のラインよりも一段こう低くなるっていうかね、一旦引っ込む感じ、引っ込んで目のくぼみにつながる、ここですね。この部分結構ね下向きの面に暗い影になっていることが多いと思います。ちょっと黒目がでかくなりすぎたかな。はい、例えばこんな感じですね。目の内側始まりから、目の端に向けて一旦下がって上がっていく。黒目少し強くしておきましょう。その中で真ん中、瞳の部分ですね、強い真っ黒ですね、超黒い色で、ハイライトもね、例えばこう右上から光当たってる場合はしっかりとハイライト入れていきましょう。練りゴムで抜く場合はね、どうしても周りも含めてこう白くなりすぎちゃうので、抜いた後で形を整えて、それ以外をまた描いてあげましょう。であと虹彩っていう部分ですかね、黒目のこの瞳のこの周りの部分、ちょっとこう筋状に目を凝らしてみると茶色い部分筋状に見えてることもあるかと思います。例えばこんな感じで、今これずっと 4B を使ってユニの 4B を使って描いてますけれども、結構、ね、強い色で濃い色ではっきりとくっきりと形を描き起こしていきます。どうでしょう、ハイライト入れると結構ね、人のちょっと落ちた。ハイライトを入れるとちょっとね生き生きとした感じになってくるかと思います。例えばこんな感じで、こっち側も影入れていきます。下まぶたのまつげの始まるところ、断面意識して、で涙袋につながると。で内側は急激に狭くなっていて、このまぶたのラインに沿って下に向けて、例えばこういう感じのタッチ、そして目のくぼみ内側ですね、こんな感じ。そして鼻につながっていくと。はい、ちょっと目の縁ね黒くしすぎましたね。少し練りゴムで押さえていってみます。例えばこんな感じ。どうでしょう、少しこう目の感じ出てきたでしょうか。こちらの右側もね、目の端は、断面をよく見て、ここの部分ですね、この部分、上まぶたがかぶさっていて目尻につながる、目尻くぼみがあるので若干こう暗くなって見えています。そして下のまつげ、上のまつげがあって、目の端のこの部分、この距離というか長さというかね、意識して描いていきましょう。はい、あとハイライトはどうかな、上だけじゃなくて下側も少しねこう映り込んでる光が入ってたりすると、この下のハイライトはね黒目と白目にこうまたがるようにしてね、ハイライトが入って、ハイライトっていうか反射光みたいなのが、ね、入っていることが多いです。ここですね、白目と黒目にまたがって少しこう光が入ってる感じ。はい、
でしょうか。はい、今日はねちょっとこう目を描く時の描き方というか、はい、比率の取り方ですね。そして、黒目を描いた後のハイライトの入れ方、その辺についてお話ししてみました。はい、試しに皆さんもやってみてください。今日はこんなところで、終わりにしたいと思います。はい、それではまた。